今私はクロアチアの首都ザグレブの市の中心にありますイエラチッチ広場という広場に来ております。ここはザグレブの一番の繁華街になっておりまして、今日はここザグレブ一の繁華街イエラチッチ広場周辺を少し散策してみたいと思います。現在午後の7時を少し回ったところです。では行ってみましょう。この銅像がイエラチッチ総督の銅像です。クロアチアの前身になる王国で活躍された指導者だというふうに聞いております。ヨーロッパの街中の夜っていうのは大体こんな感じですね。煌々とした明かりというのはあまりなくて、暖色の今ご覧いただいているようなこういうオレンジ色のぼんやりとした明かりがあるのが多いです。ですので、都会の真ん中を少し外れますと結構暗いですね。ここはまだ繁華街なので明るい方だと思いますけれども、私のホテルの周辺などは夜になると真っ暗です。まだ時間も7時ですので、家族連れの方々も結構見られますね。買い物に来たり、食事に来たり、あと子どもさんと散歩を楽しんでいるような人も結構多いです。このザグレブという町は人口がだいたい80万人ぐらいということで、日本でいうとギリギリ政令指定都市 OK というぐらいの規模の都市ではありますが、もちろんクロアチアの首都でありまして最大都市であります。先ほどご紹介したイエラチッチ総督広場が市の北側にある繁華街でありまして、もう一方が反対側の南側の方にありますザグレブの鉄道の中央駅周辺ですね。この辺りも少し繁華街があります。ただ昨日鉄道駅周辺は歩いていましたけれども、断然こちらイエラチッチ総督広場の方が賑やかだと思います。この通りはカフェが多いので、ちょっと覗き見ながら歩いてみたいと思います。ヨーロッパ、特に東ヨーロッパですねに来て、もうこれで3カ国目になりますけれども、ほぼこの3カ国とも共通しているのは、市の中心部に行きますとどこに行ってもカフェがこうしてあるというのが特徴でしょうか。ヨーロッパの人って本当にこういうカフェ好きなんですね。もちろん屋外の席を出しているお店の中にも席がありまして、そちらの方でも中で暖を取りながらコーヒーだったりワインやビールを飲んでいる人も多いです。ここは少しスタンド形式のお店がありますね。右手の方にはポップコーンのお店があります。こちらは花屋さんですね。
そういえば昼間でも結構花束を持った人をよく見かけました。何かのお祝いとかで花束を渡すっていうのは結構この辺りで常識なのかもしれませんね。そう首都で言いますとチェコのプラハ、それからスロバキアのブラティスラバ、そしてここクロアチアのザグレブと3カ所目になりますけれども、どこに行ってもあるのがこの H&M とあとマクドナルドですね。いや、さすがだと思います。日本同様に、フードの宅配サービスですね、ウーバーイーツとかウォルトとかありますけれども、もちろんこちらにもあります。で、よくよくこう考えてみますと、日本というのは飲食店の数が相当多いように思います。ヨーロッパの街でもそうですし、私が世界で行ったあちこちの店、街でもそうですけども、飲食店の数がこれほど多いのはおそらく日本、東南アジア系、あと中国、韓国、台湾ですね。言い換えれば東アジアから東南アジアにかけては飲食店の数がやたら多いような気がします。それに対してヨーロッパなんかは特に飲食店の数が本当に少ないなって気がしますね。で、飲食店の数が少ないので、ちょっと外に食事に行くにしてもある程度距離がある関係で、皆さんああいう宅配サービスをよく利用されてるんだろうというふうに思います。あとやっぱりヨーロッパに来て思うのは、特に女性の方が皆さん本当におしゃれですね。若い女の方からお年を召したご年配の方まで、皆さんそれなりにきちっとおしゃれをされています。はっきり言いますと男性の方はそうでもないんですけども、女性に関して言うと本当に皆さんおしゃれですね。今イエラチッチ総督広場から、西の方の通りを西に向かって歩いてますが、そろそろこの辺りが繁華街の終点になりそうですので、一旦ここで折り返して広場の方に戻りたいと思います。このオレンジ色にぼんやりと光る明かりがいかにもヨーロッパの街らしくて、私は大好きですね。慣れるまではちょっと暗くて、おっかない感じも特に夜遅くなりますとするんですが、慣れてきますとこれが非常に違和感なく、目に入ってきまして、むしろ心地いい感じさえします。ここはお酒やコーヒーなんかの嗜好品のお店なんですけども、もう11月に入りますとそろそろヨーロッパではクリスマスの準備といいますか、飾り付けが見られるようになります。こちらもそうですね。そうですね。あとヨーロッパに来て思うのは、特に東ヨーロッパの今回の旅で思うことですけども、女性の方でハイヒールを履いてる人ほとんど見ないですね。プラハでもブラティスラバでもそうでしたけども、ヨーロッパの古い街っていうのは大体足元が石畳などでできていることが多くて、デコボコしますんで、ハイヒールだと相当歩きにくいんだろうと思います。皆さん、スニーカーだったり、底の厚いブーツだったりをよく履いていらっしゃいますね。アイスクリーム屋さんですね。そう思い出しました。結構冬場寒い中でも
こういうそのオープンテラスのカフェでアイスを食べてる人よく見ますね。ちょっと考えられないですけども、再びイエラチッチ総督広場の方に戻ってきました。ここはトラムの主要ターミナルにもなっているようで、先ほどからトラムがひっきりなしに行き来しています。そのトラムに乗るためにということで、広場にはたくさんの人がトラムを待っているというのがここの日常の光景ではあります。いや何回見ても本当にこの雰囲気ですね。何回も言いますが、このオレンジ色のぼんやりとした明かりに歴史感のある建物が非常にマッチしてて、いい雰囲気です。イエラチッチ総督広場からまっすぐ南に伸びているこちらの通りを少し見てみたいと思います。ここも奥の方にはカフェがあるようですが、手前の方はベンチになってまして、のんびり腰を下ろしてくつろいでいる方がいらっしゃいます。再びイエラチッチ総督広場の方に戻りたいと思います。トラムを待っている人がまだまだたくさんいらっしゃいますね。そんなに大きな繁華街ではありません、正直言いまして。一回りしても多分30分もあれば十分回れるぐらいの大きさではありますけれども、先ほども言いました通り、ザグレブでは一番の繁華街ということで、飲食店から雑貨、衣料品、靴などなど全てがここで揃うようなところになってますので、これからもまだまだ時間的には賑わうところだと思います。今日はクロアチアの首都ザグレブの一番の繁華街でありますイエラチッチ総督広場周辺を散策してみました。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。